こんにちは。今回は時間と期間のルールを勉強したいと思います。じゃあ、こちらを見てください。時間、期間がありますね。例を見ます。そう。1年、2年、3年。この時間ですね。これが期間になる。長さを持ちます。例えば1年目、2年目、3年目と言いますね。これは時間です。でも期間は、そう、1年、1年間、2年、2年間、3年、3年間、このようにどちらでもいいです。間をつけた方が期間な感じがしますが、1年、日本へ来ましたは1年間日本へ来ました。同じ意味です。そう、みんなの日本語は、これは1年で期間を教えています。このような本があるときには、その本のルールを使って勉強してください。はい、次は例を見ましょう。1月、2月、3月。カレンダーを見たとき1月、2月、3月。これ時間ですね。今度長さを持ちます。期間ですね。その時は1ヶ月、1ヶ月間、2ヶ月、2ヶ月間、3ヶ月、3ヶ月間と言います。これはちょっと言い方が変わりますね。1月間もありません。さっきの1年、1年間とちょっとルールが違うので気をつけてください。そしてみんなの日本語という本では、この期間は1ヶ月で教えます。1ヶ月間でも同じ意味ですが、1ヶ月で教えます。で、今度次です。そう、1週、2週、3週、第1週、第2週、第3週。このように言います。この時は1週、2週、3週、時間です。でもこれが長さを持つ時は、期間で言うと1週間、2週間、3週間と言います。これは1週、2週、3週はありません。必ず1週間。間を使いますね。2週間、3週間。みんなの日本語では期間は1週間、2週間、3週間と教えます。では今度次です。次は、カレンダーを見たときに1日、2日、3日と言えます。でもこれが長さを持ちます。24時間で1日ですね。その時は1日、1日間、2日、2日間、3日、3日間と言いますね。もう3日間何も食べていないという長さを持つことができます。これはどちらでもいいです。みんなの日本語では期間は1日、2日、3日で教えています。間を使いませんね。はい、次です。今度は、時計を見たときに1時、2時、3時ということができます。これ時間ですね。でも期間は1時間、2時間、3時間。そう、間を必ず使います。1時ではダメですね。そう、みんなの日本語の中では期間は1時間、2時間、3時間。時間を使います。はい、次です。今度は、時計を見たときに、例えば10時1分という言い方ができます。時間は1分、2分、3分ですが、今度期間、長さを持つときは、1分、1分間、2分、2分間、3分、3分間と言います。間を使っても使わなくてもいいです。みんなの日本語では期間は1分と間を使いません。そして今度次です。今度時間は1秒、2秒、3秒と言います。で、期間は、1秒、1秒間、2秒、2秒間、3秒、3秒間と言います。で、みんなの日本語は実はこの1秒を教えません。秒を教えないですね。書いていませんからわかりません。ただ、
ルールとしてはおそらく1秒で教えると思います。ただ、両方とも使えますね。1秒1秒間、どちらでも大丈夫です。じゃあ、まとめです。そう、1番です。月の期間ですね。1月、2月、3月。この時、長さを持つ期間になった時は必ずヶ月と言ってください。これだけ特別ですね。1か時間とか1時間は1か時間はないし、1か年もあんまり言わないですね。1年ですね。これだけヶ月と言いますから注意してください。で、今度2番ですね。2番。週時の期間は必ず週間、時間と言ってください。1週1時はダメです。必ず1週間、1時間と言います。これがルールの2ですね。で、今度は月とそれ以外の期間です。これは間をつけてもつけなくてもいいです。ということで、実はその1ヶ月もいいし、1ヶ月間、これもいいですね。他には1年、1年間、1日、1日間、1分、1分間、あと1秒、1秒間、どちらでもいいです。間をつけてもつけなくてもいいものがあります。そして4つ目。みんなの日本語という本を使っている人ですね。これは勉強している人の負担を考えています。わかりにくいですから、習慣、時間以外は間をつけません。それで覚えてます。だから1年間というと分かりにくいですから、皆さんにはもう1年。これで1年ですよっていうのを1年、2年、例えば2020年という方もできるし、2020、それはちょっと変かな。1年間という方で期間を言うことができますね。でも、みんなの日本語の中では、1年と言っていいです。これが1年間の意味ですね。だから時間の時と期間の時は同じものを使えますから、ちょっと簡単で楽です。このようなルールがありますね。ちょっと難しそうですが、覚えると簡単に使えるようになります。ぜひ勉強してみてください。じゃあ今日はこれで終わります。ありがとうございました。